皆さんこんにちは。これから7ヶ月から8ヶ月頃の離乳食についてお話しします。それでは7ヶ月から8ヶ月頃の特徴をお話しします。この時期は形のある食べ物も舌と上顎で潰していくことができるようになります。離乳食は舌で潰せる豆腐くらいの硬さにします。1日2回食で食事のリズムをつけていきます。また少量の調味料を加えることで食事が進むことがあります。ごく少量の食塩、醤油、味噌を使うことができます。お魚は白身魚に加えて鮭や赤身魚が使用できるようになります。マグロやカツオ、ツナの水煮なども試してみましょう。また少量であれば牛乳も離乳食に使用することができます。電子レンジで作るホワイトソースを使った魚のホワイトソース和えをご紹介します。ホワイトソースは材料に小麦粉と乳製品を使うので、初めて試す食品は1日1種類になるようにご注意ください。まずはホワイトソースの作り方です。材料は小麦粉大さじ1、バター 10g、牛乳または育児用のミルク1/2カップです。深めの耐熱容器にバターを入れ、ふんわりとラップをかけます。600ワットで10秒加熱します。バターが溶けたら小麦粉を加えてよく混ぜます。さらに牛乳を加えて混ぜます。ふんわりとラップをかけ、600ワットで40秒から1分くらい加熱します。一度取り出し、よくかき混ぜます。ラップをかけ直してさらに1分くらい加熱します。吹きこぼれやすいので深めの容器を使うと良いでしょう。再度かき混ぜて完成です。続いて魚のホワイトソース和えの作り方です。材料はホワイトソース、茹でたキャベツ、魚です。キャベツは柔らかく茹で粗みじん切りにします。鮭は刺身用を使うと扱いやすいです。鮭を茹でしっかりと火を通します。電子レンジで加熱する方法もあります。すり鉢などに入れて細かくほぐします。ホワイトソースと具材を和えます。ラップをして電子レンジで加熱して完成です。包丁で刻んだ野菜は加熱してから揚げるようにしましょう。ほうれん草など他の野菜でもアレンジできます。育児用ミルクは鉄分など取りにくい栄養素の補給として離乳食の素材に利用することもおすすめです。7ヶ月から8ヶ月頃になると脂肪の少ない鶏のささみが使用できるようになります。鶏のささみを使ったくず煮をご紹介します。ささみのくず煮の作り方です。鍋にささみとかぶるくらいの水を入れ、火にかけ中まで火を通します。火を止め、そのまま粗熱を取ります。茹で汁は取っておきましょう。ビニール袋にささみを入れ、筋がある場合には取り除き、手で押しつぶします。ラップの芯や綿棒で叩いたり、水分を加えて押し伸ばし、繊維を細かくします。包丁で刻んでも食べやすくなります。茹で汁をかけ、水分を含ませながら刻みましょう。包丁を斜めにして伸ばすと滑らかに仕上がります。鍋に細かくしたささみを入れます。柔らかく煮て刻んだ野菜を加えても良いです。
ささみの茹で汁をひたひたになるくらい加えて火にかけます。風味付け程度に醤油を 1,2 滴加えます。水溶き片栗粉を加えて混ぜ、ふつふつとしてとろみがついたら完成です。ささみの代わりに鶏胸肉でもできます。お肉はとろみをつけた方が食べやすくなります。水溶き片栗粉でのとろみ漬けのほか、おかゆやマッシュポテト、ホワイトソースと混ぜるのも食べやすくおすすめです。続いて卵のステップアップをご紹介します。5ヶ月から6ヶ月頃の動画でもご紹介している通り、固茹でにした卵の黄身から試し、量を増やしても問題なければ7ヶ月から8ヶ月頃になると全卵を使用できるようになります。その際は生卵の黄身を溶いてスープに入れるなどして火が通るまでしっかり加熱します。離乳食用スプーン1さじから試し、徐々に量を増やしていきます。問題なさそうなら今度は全卵を溶いてスープに入れるなどして火が通るまでしっかり加熱してから揚げます。卵は卵黄よりも卵白の方がアレルギーを起こしやすいため、少しずつステップアップしていきましょう。離乳食を進める上で注意が必要なこと、大切なことがあります。詳しくは動画離乳食をスタートする前に知っておきたいことをぜひ一度ご覧ください。板橋区ホームページからダウンロードできる離乳食講習会テキストに離乳食の進め方の目安を掲載しているので、そちらも参考にしてみてください。お子さんにはそれぞれ個性があり、また体調や気分によっても食事が進むとき、進まないときがあります。お子さんの様子を見ながら焦らずゆったりとした気持ちで進めていきましょう。ご視聴ありがとうございました。